今回は講義を進めていこうと思います。じゃあこれやっていきましょう。スチールに関係するクエストですね。コンプレッサーとコンプレッスドエアーセルですね。じゃあ作りましょうか。まずはコンプレッサーを作ります。EC6 個と電子回路1つにベーシックマシンケーシングです。このベーシックマシンケーシングは鉄プレート8個と真ん中に鉄チップが必要なので鉄チップを作ります。鉄チップの作り方はレーザー加工台を開いて鉄インゴットとレッドストーンを置くと鉄チップが選択できるようになります。そうすると加工が始まって要求エネルギーに達すると鉄チップが完成します。鉄チップが完成しました。完成した品物はチェストに入ります。コンプレッサーを作ります。アイアンプレート8個に鉄チップでベーシックマシンケーシングができます。EC6 個にベーシックマシンケーシング、電子回路でコンプレッサーができます。コンプレッサーを設置します。来ましたね。では次はコンプレッスドエアセルを作りましょう。まずセルを作ります。鈴インゴットを叩いてプレートを作ります。プレートができたので次にエクスチュービングモードでプレートを加工します。そうするとエンプティセルが3つできます。できたセルを先ほど作ったコンプレッサーに入れます。コンプレッサーで加工が終わるとコンプレッスドエアーセルができます。圧縮された空気のセルですね。次はエレクトリックヒートジェネレーターを作ります。まずカッパープレート3枚、ゴムを6個並べてヒートコンダクターを作ります。ヒートコンダクターと電子回路、バッテリーとアイアンアイテムケーシングを6つ並べてエレクトリックヒートジェネレーターができます。ヒートジェネレーターができたので次はブラストファーネスを作ります。では作っていきます。ヒートコンダクター、ベーシックマシンケーシング、アイアンアイテムケーシングを7つ並べてブラストファーネスができます。ヒートジェネレーターとブラストファーネスができたのでヒートジェネレーターに入れるコイルを作っておきます。では設置していきます。まずヒートジェネレーターを自分の手前側に印が来るように置きます。ヒートジェネレーターを設置したらこのぐらいの角度、後ろ側に回ってブラストファーネスのこのマークがこの機械と隣接するようにセットします。これで先ほどのマークが一体になったはずです。ヒートジェネレーターの方を開いて
コイルを1つ置いておきます。次にブラスファーネスの方を開いて、ここに鉄インゴットとエアーセルをここにセットします。すると、ブラスファーネスが温まっていきます。6個のエアーセルで1つの鉄インゴットが鋼鉄インゴットに変換されます。しばらく待つと鋼鉄インゴットとスラグが生成されます。この機械はイジェクトアップグレードができるので、それをやってしまいましょう。ピストン2つ、ホッパー1つ、電子回路1つに被覆された銅ケーブルが2つで、イジェクトアップグレードができます。イジェクターアップグレードを使うと、チェストなどに完成されたアイテムが自動的に搬出されるようになります。ここにチェストを置いてその中にアイテムを入れたいので、まずイジェクトアップグレードを持った状態で、シフトをしてスネークをした状態で右クリックします。この面から排出するので、ここでクリックします。そしてここにチェストを置きます。この段階ではまだ空なのですが、ここにイジェクトアップグレードを置くと、アイテムがここに搬出されます。これで少しは自動化ができます。次に進めるクエストは、この電気かまどを作っていきます。鉄かまどを作りまして、電子回路、レッドストーン2つで、エレクトリックファーネスができます。電気かまどは作れたのですが、このクエストは上位の誘導かまどを作らないといけないので、このクエストは一旦放置します。次のクエストを進めていきます。これを進めましょう。エクストラクターを作っていきます。木材を5つ並べてツリータップを4つ作ります。ベーシックマシンケーシング、電子回路、ツリータップを4つ並べて、エクストラクターができます。エクストラクターは IC2 のゴムの樹液から1つの樹液から3つのゴムができます。苗木から1つのゴムを作り出すこともできます。ツルハシがもうすぐで幸運3になりそうなので、草刈りをしつつボタニアの花を集めたいと思います。ボタニアの花をクラフトして花びらを作ります。花びら1つと、羊毛5つでフラワーポーチができます。フラワーポーチを所持していると自動的に拾った花がここのポーチの中に入るようになります。ツルハシの幸運が3になったので次のクエストに進みたいと思います。ちなみにラピスの数字がまだ成長余地があるのですが、これはマックスにしても幸運3のままです。次のクエストはこれですね。破砕機を作るクエストです。
まず、鋼鉄インゴットから鋼鉄ブロックを3つ作ります。次に鋼鉄ブロックを3つ、ピストンを12個、ダイヤモンドを12個使って、破砕機のブロックを12個分作ります。破砕機を設置していきます。これで完成です。上の方は乗ると危ないので塞いでおきます。破砕機は主に黒曜石を砕いて、砕けた黒曜石を手に入れるために使います。次は溶岩るつぼを作ります。溶岩るつぼを作る前にまずカーペンターを作ります。まずスタルティケーシング、青銅インゴット、ガラス2つでカーペンターができます。カーペンターで回路基板を作ります。まず水を入れます。鈴インゴット1つにレッドストーン6つで回路基板ができます。鋼鉄インゴット9個をプレートにします。加工が終わった9枚のプレートをコンプレッサーに入れます。コンプレッサーで加工が終わるとデンスプレートができます。レーザー加工台に砕けた黒曜石2つ、鉄チップ1つ、デンスプレートが1つ、鈴のギア1つ、回路基板1つで基本マシンフレームができます。どうやら溶岩るつぼを作るにはネザーレンガが必要らしいので、次回ネザーに行こうと思います。サトウキビが成長したので、次はダンデライオンを作りたいと思います。サトウキビとスイカの種をセットします。スイカとサトウキビでダンデライオンができました。黄色の染料が取れます。ダンデライオンができたので、次はスイートポテトを作っていきます。スイートポテトは、じゃがいもと、サトウキビですね。サトウキビとじゃがいもでスイートポテトができました。次はこのスカリオンを作っていきます。人参とサトウキビで作れます。スカリオンができました。次はこのライ麦を育てていきます。小麦、バニラの麦と、大麦ですね。を使って育てていきます。小麦と大麦でライ麦ができました。次はポピーを作ります。サトウキビとカボチャです。サトウキビとカボチャでポピーができました。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。またねー。